年収3000万円の天才エンジニアが俺を無能扱いした結果、3000万円の価値がないお前ら雑魚は黙ってろ。お前のコードは地15%、コピペだけどな。これは年収3000万円でヘッドハントされた天才エンジニアが実は詐欺師だったという話。俺は29歳のバックエンドエンジニア、中堅 IT 企業で5年働いている。うちの会社は SaaS 開発を主にやってる会社で、社員は200人くらいの中堅企業だ。ある日、会社に大きなプロジェクトが舞い込んだ。みんな聞いてくれ。大手クライアント向けの SaaS 開発案件を受注した。マジですか。契約金額は2億円だ。2億？すげえ。これはすごいプロジェクトだ。頑張らないとな。そして数日後、経営陣から重大な発表があった。このプロジェクトを成功させるには最高の人材が必要だ。そこで業界トップクラスのエンジニアをヘッドハントすることにしました。ヘッドハントを年収3000万円で契約しました。さ、3000万。ちょっと待て。3000万って俺の年収の5倍じゃないか。3000万？マジかよ。どんな天才なんだ。その方は GAFA 出身で著名な OSS のメンテナーでもあり、数々の大型プロジェクトを成功させてきた伝説のエンジニアです。うわ、すごい人だ。本物の天才エンジニアだ。これは期待できるな。俺もそう思った。こんなすごい人と一緒に働けるなんて光栄だ。年収3000万は伊達じゃないな。これで安心だな。そして翌日、その天才エンジニアが出社した。皆さん、本日から我が社に加わる方を紹介します。よろしく。第一印象はなんというか自信に満ちた感じだった。というかちょっと傲慢な感じもした。先生は今回のプロジェクトのテックリードとして美術面での最終決定権を持ちます。このプロジェクトは俺のやり方でやらせてもらう。俺の指示に従ってくれればいい。なんか偉そうだな。まあ3000万の天才だし。一致。君は先生の下でコーディングを担当してくれ。はい、頑張ります。俺は少し緊張しながらも先生と働けることに期待していた。その日の午後、早速先生にコードレビューをお願いした。先生、こちらが今朝書いたコードです。認証機能の実装なんですが。ふむ。このレベルでは使い物にならないな。本が鳴ってない。お前、何年エンジニアやってるんだ。5年ですか。5年でこのレベルか。才能がないんじゃないか。すみません。これはきついな。でも3000万の天才の目線だからな。でもこのコード、昨日のレビューでは問題なかったのに。俺そんなに下手なのか。全部書き直しだ。俺が設計したアーキテクチャに従え。はい。俺はかなりショックを受けた。5年間やってきた自信が一気に崩れた気がした。そしてこの酷評は俺だけじゃなかった。君たちのコードは全部ダメだ。ええ。俺のコードも全部書き直しだ。でもこの部分は仕様に従って口答えするな。このプロジェクトは俺のやり方でやる。質問は受け付けない。俺の指示に従え。すみません。これはパワハラでは。でも天才の厳しさってこういうもんかも。昼休み、俺と同僚たちはカフェで話していた。先生、厳しいな。正直ここまで言われたの初めてだよ。でも3000万の天才だから俺たちが間違ってるんだろうな。そうだね。もっと頑張らないと。俺もそう思うことにした。天才の下で働けるチャンスだ。頑張ろう。一致頑張れ。夕方、先生が全体ミーティングを開いた。では俺が設計した革新的なアーキテクチャを説明する。マイクロサービス、イベント駆動、サーバーレス、CQRS、最新の技術を全て詰め込んだ完璧な設計だ。正直何を言っているのかよくわからなかった。技術用語は知ってるけど組み合わせ方が複雑すぎて。質問してもいいですか。お前たちには理解できないだろうがな。とにかく俺の指示通りに実装すればいい。はい。完全にパワハラだろこれ。天才すぎて凡人には理解できない経過。こうして俺たちは先生の指示に従うことになった。でもこの時点で俺は少し違和感を感じていた。まだ何もわから
ないが何かがおかしい。1週間後、先生の指示に従ってコードを書いていたが、どうも動作がおかしい。先生のコードでバグが頻発している。先生、エラーが出るんですが、お前の環境設定が悪いんだろ。でもエラーメッセージが俺のコードに問題はない。自分で調べろ。はい。明らかにコードの問題だろ。俺も似たようなエラーに遭遇していた。そして先生のコードをよく見てみると、コメント概要に詳細で、しかも英語で書かれている。まるでチュートリアルのコピペみたいだ。さらにコードスタイルが統一されていない。ある部分はキャメルケース、ある部分はスネークケース。これはおかしい。確かに不自然だな。一致。これ見てくれ。先生のコード、エラーメッセージが変なんだ。どれどれ。あれ、これ他のライブラリのエラーがそのまま出てるな。まるでどこかからコピペしてきたみたいに。だよね。でも3000万の天才がそんなことするわけないよな。そうだな。でも違和感はどんどん大きくなっていった。ある日、俺は先生が書いたコードをレビューしていた。すると見覚えのあるロジックを発見した。これ前にスタックオーバーフローで見たような気がする。まさかな。でも確認してみよう。俺はコードの一部をコピーして検索してみた。嘘だろ。全く同じコードがスタックオーバーフローにある。変数名まで完全一致してる。これはコピペだ。うわ、マジかよ。3000万の天才がコピペエンジニア。でもまだ確証はない。もっと調べてみよう。俺は他のコードも検索してみた。やっぱりだ。GitHub のサンプルコード、ティータの記事、技術ブログ、先生のコードはほとんど全てがネットからのコピペだ。これはやばいぞ。完全に詐欺じゃん。でも同僚にこのことを話すべきか。まだ早いかもしれない。夕方、同僚 A とカフェで話していた。なあ一致。先生のコードおかしくないか。お前も思ってたのか。コメントが妙に詳しくて英語で書いてあるし、まるでどこかのチュートリアルみたいなんだよね。実は俺も調べたんだ。先生のコードほとんど全部ネットからのコピペだった。マジかよ。スタックオーバーフロー、GitHub、キータ、いろいろなところから。それって3000万の天才がやることじゃないだろ。でもまだ経歴詐称の証拠はない。もっと徹底的に調べる必要がある。手伝うよ。ありがとう。一致グッジョブ。真実を暴け。こうして俺たちは先生の真実を暴くために動き出した。探偵聞きた。徹底的に調べろ。その夜、俺は自宅で徹底的に調査を開始した。まず先生の GitHub アカウントを探してみた。先生が自己紹介で言っていた OSS プロジェクトを検索。見つけた。でも先生のコントリビューション履歴を見ると、たった3回のプルリクエストだけ。しかもタイプ修正とかドキュメントの軽微な修正だけ。これで著名な OSS メンテナーで完全に嘘じゃん。次にリンクトインで先生の GAFA 在籍歴を調べた。先生が GAFA 出身と言っていた会社名で検索。在籍記録が見つからない。念のためその会社の元従業員の名簿も調べてみたが、どこにも先生の名前はない。GAFA 出身も嘘だったのか。経歴全部詐称かよ。さらに先生のコードを詳しく調べていくと、 GPL ライセンスのコードを商用利用している部分を発見した。これは完全にライセンス違反だ。このまま納品したら会社が訴えられる可能性もある。これはマジでやばい。俺は証拠をすべて集めることにした。コピペ元の URL 一覧、ライセンス違反の詳細、経歴詐称の証拠、すべてを Excel にまとめてスクリーンショットも撮った。翌日、俺は CTO にアポを取った。緊張するがこれは会社のためだ。一致。どうした？緊急の相談とは？はい、実は先生のことで重大な問題を発見しました。先生の
何かあったのか。先生のコードはほとんど全てがネットからのコピペです。しかも GPL ライセンスのコードを商用利用している部分もあります。なんだと。さらに先生の経歴も調べました。ガーファ在籍の記録はありませんでした。著名な OSS メンテナーというのも嘘です。実際はタイプ修正を数回しただけです。待て待て、これは重大な告発だぞ。3000万円も払った先生を疑うのか。証拠はあるのか。はい、全て証拠があります。俺は用意していた資料を全て見せた。手元の URL 一覧、変数名まで完全一致している比較表、ライセンス違反の詳細、GPL コードの商用利用箇所、GitHub の実績スクリーンショット、たった3回のプルリク、リンクトインの調査結果、ガーファ在籍記録なし。これが事実なら完全な詐欺だ。外部の専門家に調査を依頼する。それまでこの件は絶対に口外するな。はい、わかりました。一致する。証拠完璧じゃん。密費後、外部の技術顧問による調査結果が出た。一致。調査結果が出た。どうでしたか？君の調査は全て正しかった。経歴は全て虚偽、コードはコピペ、ライセンス違反も確認された。明日緊急役員会議を開く。君も出席してくれ。証拠を説明してほしい。はい、わかりました。来たー。詐欺師終了のお知らせ。いよいよ先生の嘘が全て暴かれる時が来た。翌日、緊急役員会議が開かれた。社長、CTO、役員、そして先生が呼ばれた。何の用だ。忙しいんだが。先生、あなたの経歴とコードについて確認したいことがある。何の話だ。俺のコードに問題はないぞ。一致。説明してくれ。はい、先生のコードの 85% がネットからのコピペです。何を言っている。証拠はあるのか。はい、すべて証拠があります。こちらが先生のコードと元のコードの比較表です。変数名、コメント、すべて完全一致しています。それは参考にしただけだ。参考にしただけで変数名まで完全一致しますか？一致する。さらに GPL ライセンスのコードを商用利用しています。このまま納品したら故障リスクがあります。そして先生の経歴についても調査しました。ガーファ在籍記録は見つかりませんでした。著名な OSS メンテナーの嘘です。実績はタイプ修正2回のみ。待て。経歴は少し盛っただけだ。少し盛った。完全な詐欺じゃないか。実は本物の OSS メンテナーにも連絡を取りました。メンテナーの方から返信がありました。この人は数回プルリクしただけでメンテナーではありません。完全論破。先生、これは重大な契約違反だ。即刻契約解除します。これまでの報酬3000万円を全額返還してもらう。さらに経歴詐称と著作権侵害で刑事告訴も検討している。待ってくれ。返す。全部返すから刑事告訴だけは勘弁してくれ。今後 IT 業界での就業を一切禁止する条項にサインしてもらう。わかりました。業界追放だ。先生のコードは全て破棄された。そして俺が一から作り直すことになった。2ヶ月後、俺は完璧なシステムを完成させた。バグゼロ、パフォーマンスも良好、クライアントも大満足。一致。お前すごいな。いや、みんなで頑張ったからだよ。一致。君のおかげで会社が救われた。君をリードエンジニアに昇進させる。年収も600万から850万にアップだ。ありがとうございます。一致の大勝利じゃん。年収850万は羨ましい。正義は勝つんだな。一方、先生は3000万円を全額返還し、刑事告訴は免れたものの IT 業界からは完全に追放された。詐欺師として業界内でも噂が広まり、二度と技術者として働くことはできなくなった。ざま自業自得。この件で学んだことは、経歴や肩書きよりも実力が全てだということ。そして
ず報われるということだ。一致待ち言うの。これぞ真のエンジニア。勇気ある行動だわ。いい話だった。スカッとした。最後まで読んでくれてありがとう。ルシオツ。面白かった。またよろしく。